はい、皆さん、こんにちは。車の大戦、カカカシロッピーです。マイク取れてる。マイクが取れてる。そんな気がしたんだよ。はい、皆さん、こんにちは。車の大戦、カカカシロッピーです。今回は、ちょっと前にやった汚い車来ましたっていうマーチの動画。外装をパパッと綺麗にしたんだけども、今回はね、その時ちょっと中も汚いですってちょろちょろっとね、お見せしたと思います。なので、ちょっと内装の方を、持っている道具を使って、できるだけ誰でもできるような形で綺麗にしていこうかなと。徹底的にね、綺麗にするっていう話だったら、いろいろね、外したりした方が早いんだけども、そうもね、できない人もね、多いと思います。なので極力外さずに、道具は、リンサーとかちょっと使おうかなとは思ってるんだけども、洗車用品、この辺のものいろいろ使いながら綺麗にしていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら車の方にやってきました。で、今このドアのところなんだけども、この辺もね、めちゃめちゃ汚い。で、中も汚い。マットも汚い。で、特にね、これ前回も見せたんだけども、ダッシュボードがやばいことになってます。これ見えるかな。芳香剤がもうダダ漏れ。暑さで。こんなことありえんのっていう。ここまで放置しておきますかっていうお話なんですよ。この辺のね、ドリンクホルダーとかもいらないので、この辺は取っ払っちゃうと。で、中ね、真ん中ら辺がまた汚くてね、ちょっと見せたくないぐらい汚いんですよ。この辺見えるかな。こことかもう汚い、ほこりだらけ、髪の毛がいっぱいあったりして、あっちの方もなんかこの辺の隙間も重点的にやっていくと。で、シートも汚いのでシートもやって、あと天井もやる形になるかな。じゃあ簡単なところ、見せやすいところ、先ほどのドアのところから最初やっていきます。はい、この辺から始めようと思うんですが、まずこの辺のいらないもの、この辺を取っ払います。なんか韓国のお金出てきたね。韓国に旅行にでも行ったのかな。10ウォン、ちょっとよくわかんないけど。うわー、なんかライターもいっぱいあるね。初心者マーク、初心者の方、初心者マークくっついてた吸盤だね。あとレシート、この辺はプライバシーの問題でちょっと開けるのはやめましょう。10円、これもうお駄賃としてもらっちゃいます。手袋必要ですねぐらい汚いわ。こんなもんでいっか。これ見えるドアポケットですよ。こんなことなります？なるんだろうね。この辺もちょっと綺麗にしていきましょう。で、今回内装掃除にするにあたって用意したのが、とりあえずバケツと、あとニトリルグローブとゴミ袋。ゴミがすごいたくさん出ると思うのでゴミ袋、あとウェットティッシュ。これはね、先ほど見せたドアポケットとか、あの辺ホコリがすごい溜まっていたので、拭けば楽なんだけど、拭いてなんかまたホコリがまたどっかに落ちるっていうのがちょっと若干嫌なので、ウェットティッシュであらかた取っちゃうこともあるので、この辺用意しておきます。あとルークリー洗剤、あとはこのブラシ関係ね、歯ブラシとか、あと普通のハケとか、その辺をたくさん用意しました。で、この他にもカーペットリンサーと掃除機も使う予定です。で、今からやるドア周りは必要ないかなと思って、一旦まだ用意していない状態、この後登場する予定になります。そしたらドア周りちょっとやっちゃおっか。まずざっくりこういったハケを使って、こういう風にざっくりホコリを落としていくのもありなんだけども、パッと見全然綺麗になっていないので、ちょっとウェットティッシュを使って、ニトリルグローブ持ってきたのにつけてないっていうね。あとね、マスクとかもした方がいいかな、一気にやる人は。こんなね、汚れてる車に乗ってる人少ないと思うし、この動画を見てる人はね、定期的にやってると思うので必要ないとは思うんですが、これだけでもすごい汚れが取れます。うわ、すごい。これ何？元の色、これ何色なの？この色じゃないよね。そんな汚い？で、こういう落ちきらない部分、ここまだ落ちきれてないんだよね。ここは後回しにしてもいいんだけども、こういうところにちょっとルークリー洗剤ちょっと吹きかけて、で、ハケ、どういうハケを使うかは皆さん次第なんですが、こういうので軽く端の方とかもね、あと歯ブラシとかも結構使いますね、横とかで。この真下がやりにくいので、いろんな武器を使って
でいらないウエスを使って拭き上げてあげるともう結構綺麗になったんじゃないかな。これだけでほら全然違うでしょ。でこのウエス、これは空拭き用と、あと濡らして固く絞ったやつを用意しておいた方がいいです。でこういう部分ちょっともう剥がれちゃっているので、もう結構どうしようもないんだろうな。パッと見はなんか汚れに見えるんだけども、汚れじゃなくてね、もう経年劣化で剥がれちゃってる。なのでこの辺はあんま正直洗剤とかでやると余計剥がれちゃったりするので、この後何か塗装するとかそういうのに使おうかなとは思っています。もう無理だね多分。この辺はここの白い部分ね、これは綺麗な場所ではなく、この色が落ちちゃってる部分、汚いは汚いんだろうけど、なのであんま深追いしない。やってみよっか。そしたら例えばルークリー洗剤、多分ねもうこれ剥がれてるっていうことはもう洗剤とかを使うと剥がれるような場所だと思うんですよ。さらにね、だけどちょっと剥がれたかもね。汚いね。汚れも落ちるんだけども、この表面のね樹脂のところのこれもパサパサになって剥がれちゃうので、古い車の場合はあんまりこういうところは攻めすぎない方がいいです。それでは続いてこの辺ね、ちょっと目立たないんだけども相当汚れています。こういうところは僕はウエットティッシュとか隙間に入れてあげて、こういった感じ、これだけでも見えるかな、汚れは取れています。でウエットティッシュを使う理由としては切れにくいっていうのがねあるんです。でちょっとルークリー洗剤を染み込ませてあげたりすると、頑固な汚れも飛んでいきますね。でこの辺も動かすことによって出てくる汚れみたいなのもあるので、しっかりと動かしながらでしっかり空拭きもしてあげると。こういうね細かいところがね一番気になるんですよ。でも理想はこれを外したい。こうパカッと外れるんだろうけどやめとこう。内張り剥がしとかで剥がすとさらに綺麗にはなります。あんま洗剤はね残さないようにしてあげて。どう？だいぶ綺麗になったでしょ。歯ブラシとかねそういう道具が一つあるだけで全然違います。続いてこの辺もちょっと汚れているのでウエットティッシュ使ってやり方は人それぞれなんだけどもね、ウエットティッシュだったらこの車にポンと置いとけば何かの時絶対使える。例えば給油してる間にちょっと中をウエットティッシュで軽く拭いてあげたりとかね、もうほんと拭くだけで綺麗になるので、こまめに拭いてあげるっていうのが一番ですよ。このポケットとかも同じです。ウエットティッシュで拭いてあげると、もうすごい汚れてる。でこのウエットティッシュのゴミが結構ね出るから、僕はゴミ袋を用意していると。こういった汚れが残っているので奥までしっかり拭いてあげようということです。大体はウエットティッシュでどうにかなっちゃいます。こういう奥の方とかね。あと綿棒とかあるとねすごいいいですよ。ウエットティッシュでも落ちない汚れって相当だから、そういう場合はルークリー洗剤を使うけど、この中色落ちしそうだなと思ったらやめる。そんな大したことはやってないんですよね本当に。あとこういうところね、パッと見気づきにくいんだけど、こういう段になってるところの上側、こういうところは基本的に汚れてる。なのでこういうウエットティッシュだったり、あとこういうハケを使ってね落としてあげる。これハケもねいろんな種類、ちょっと固めっつうか短めのハケだったり、ちょっと長めのこういう奥に入りやすいハケだったり、そういうのをねしっかり選んであげる。もう何種類か持ってるといいですよねということです。で洗剤の残りとかが気になるので、こういう乾いたもので拭いたり、あと濡れ拭きをしてあげると最後にね。はい、そしたらついに来ました。このダッシュボードの謎の液体で、これもそんなにこれどうやって掃除するんですか？こんなんやったことないですよ。芳香剤がぐちゃぐちゃになってしまったらどうすればいいんですか？僕は聞きたいですね。ちょっと一回拭いてみますか。うわ、硬っ。これもう無理なんじゃない？スライム。いやー、これ綺麗にする自信ないんですけど。リンゴ飴をここに放置したみたいな感じになってるやん。
っと一回ループリ洗剤つけてみます。で一旦このハケで結構ボコボコしてるので、こういう縦横、これはね結構ね理にかなってますよ、汚れを落とすのに。よいしょ。そしたらちょっとクロスで拭いていきます。うわ、取れてね。何これ、もうネバネバしちゃって、ちょっと諦めずにやってこうとは思うんだけども、アルコール系の何か欲しいな。ちょっとは綺麗になったから、もう少しつけて、この辺も一緒にやってっちゃう。汚いから。あんまこういう隙間に液剤が入んないように注意してください。だいぶ最初よりは良くなったけど、まだまだだね。もう少しやればなんとかなりそう。歯ブラシの方が毛が短くてちょっと硬いので、こういうとこ向いてるかもしれない。なんかアルコール系でやった方がいいような気がしてきたけど、あんま樹脂にアルコール使うとカッサカサになってね、劣化を早める可能性があるので、こういう洗剤もそうなんだけども、ある程度ね選んだ方がいいんですよ。この辺は落ちてないね。だいぶここのなんか色あせみたいなところが残ってるぐらいで、この辺はだいぶ良くなったけど、ちょっとベタベタしてるかな。後回しにしよう、汚すぎる。じゃあ続いてちょっと見にくいんだけども、この辺やっていきます。でやる順番ね、僕結構間違えてるんだけども、こういうところはすぐ乾くから後回しでいいんですよ、正直。極力先やりたいのはシートだったりフロアマットかな。この辺ね、ここも汚れてる、ここも汚れてる。こういうところはもうループリ軽くやっていくしかないね。うわ、すごい汚れてる。こう綺麗になっていくと気持ちいいよね。こういった横とか特に汚れてるのでしっかりやってあげる。この段のところだね、やっぱ問題は。こういう底の部分っていうのは結構比較的ね綺麗なんです。でこう段になってる部分、ここがねほんと汚れがたまる。これだけでもだいぶ違うかな。これなんか移動できるの？スーッと移動できますね。だんだん範囲を広げていく。でこの辺は掃除機で後でスーッとして、こういうところねループリー洗剤押し付けてあげて、ここで拭くだけ。これだけでだいぶ汚れが落ちますよ。で隙間がある場合はこういうハケを使ってやってあげる。あとこっち側とかね結構見えないから汚れてたりします。いろんなとこから見てあげると。なんかねもうちょっといいブラシ、こういうブラシあったらいいなっていうの結構あるんだけどね、世に出てなかったりするんですよ。作りたいななんて思ってたり。パッと見は分かんないけど結構ね汚れてます。これだけでもだいぶ綺麗になったじゃない？あと忘れがちなのがこういうペダルだね。この辺も綺麗にしてあげましょう。ここはループリーと歯ブラシを使って、こういう風にちょっと下に当てて液が垂れないようにして、この溝に沿って歯ブラシを入れてあげる。それだけです。でここに残ってるやつでこっちもいけちゃいます。ある程度足りなかったら吹きかけると。ほらもうすごい汚いでしょ。でこういう隙間はどうしても洗剤がね隙間に残ってしまうことがあるので、できれば水の入った霧吹きとかで最後洗い流してあげる。そうすることでこの隙間に入った汚れも出てきてくれます。はい、綺麗になったでしょ。ここはもうパパッとできますよ。そしたらちょっとフロアマット外しよっか。フロアマットめちゃめちゃ汚いので外します。これなんかタバコ吸ってるな多分。よいしょ。こういう風に丸めて極力ゴミが落ちないように。でこの辺はもう掃除機だね。で反対側も回収します。よいしょ。助手席はあんま人乗ってないのか比較的綺麗です。リアも回収。こうなるとねもうこっちにゴミがいっちゃうから散々言っときながら。運転席の後ろの方が人乗るのかな。ちょっと汚いね。そこら辺はよく分からんけど丸めていいでしょう。なんかシミがあるね。この辺もちょっと取りたいななんて思ってます。でいきなり掃除機今登場するんだけども、マキタのちょっとでかいやつを使います。
ちょっと一般家庭にねない掃除機かも。これでちょっとちゃちゃっと吸ってきます。これだけでだいぶ違うからね。で今シートをこう倒したらね、見てこのホコリわかる？シミとかもすごいね。これはリンサーやりがいありますよ。こういうところも吸ってっちゃいます。でいきなりなんかドアの方を僕やり始めたんだけども、基本的には掃除機から始めた方がいいかな。吸えるとこは吸っちゃう、最初に。その方が比較的楽で、さっき捨てたはずの芳香剤がまたなんか出てきました。どんだけあるんですか。うわ汚ねえ、ここ勘弁してくれ。これ見えるかな、この辺中とかもうほこりだらけ。いやーすげえ、ちょっと勘弁してくれよ。もう掃除機じゃどうにもならんね。ここ見えるかな、このカップホルダーのところ。これけどこのカップホルダー頭いいね。こう開けると前と後ろ両方置けるようになってるの。そんなんもうどうでもいいぐらい汚いけどね。そこやっていくか。ここはもうでこういう風にちょっと汚れを落とした後は一回水拭きから拭きをして、で再度この汚れをね確認しないと、もう汚れてんのか汚れてないのかも分かんないぐらい汚いので、理想で言ったらもうこれごと外したいんだよね、できれば。今回は外さずにということで、なんか変なシミあります。こういう細かいところやってあげるとまた違うんですよ。こういう隙間、特に汚れるからシート、これはリンサーやりがいありますよ。あとこの辺もねやっていきましょう。サイドブレーキのとこはちょっとやめとくか。だいたいね汚れてないと思っても見慣れちゃって、自分のその汚れに汚れてないように思えて汚れてることすごいあるから、本当に気をつけた方がいいですよ。車は汚れるもんだから、言うてもいやこんな汚くないよっていう人もねいると思います。意外に汚れてるんですよ。人間のね汗とかね、そういうのをね甘く見ちゃいけないですよ。こういうところは綿棒とかを使ったり、あと使ってないようなハケでちょっとこう長めのやつとかをね使ってあげると、こういうとこはやりやすいかな。でこの時にねホコリが舞うんですよ。なんかあんまねこれはやりたくないけど、やんないと綺麗にならない。でこれもねここに直接スプレーをするんではなく、ハケにルークリ洗剤をつけてちょっと拭いて、染み込んでるぐらいでこう使ってあげると、この奥までこの洗剤がね染み込まずに済むという技。そうやってあげることで、さらに一層きれいにすることができますと。ここね今拭いたところ汚れてますよ。潔癖ではないんだけど、やり始めたら止まんないタイプなんですよ僕は。今皆さんのところからは見えないかもしれないんですが、このね隙間とかもね汚れちゃってる。で最後にしっかり水拭き空拭きを行ってください。外せればねもっと楽にできるんだけども、そこはグダグダ言ってでも仕方ないと。綺麗になったよ、いいでしょう。そしたらちょっと次ここのシミをリンサーを使わないでルークリー洗剤だけでちょっとやってみようか。結構すごいんですよルークリー洗剤さんがわかんない、いけるかどうかわかんないけど、ちょっとここにスプレーをして、この専用のブラシこれで叩きながらこういった感じです。あんまやりすぎると結構染み込んじゃうので気をつけてください。であとはマイクロファイバーでちょっと吸ってあげる。だいぶ落ちたんじゃない？どう？この辺すごいね。何したの？この辺が特に。この辺もここまだ下できてないところはあるけど、だいぶ落ちたと思います。どう？で乾きも早いんですよこれで。空拭きしてあげた方がより安心かな。この辺もちょっと汚いか、全体的にも汚いんだけどね。これは過去にもやってます。ルークリー洗剤で調べてもらえれば動画出てくると思うので、気になる方調べてみてください。この辺の残ってるところはまだやりきれてない場所、それ以外のこういったところはほぼシミはなくなっています。とりあえず個人的には
満足してますよ。あとこういったところも綺麗になるとだいぶ違うと思います。この辺全体的に汚れてるのがわかるかな。ルークリーとハケ、こういうところはこういう風にチョップタオルとかをちょっと引いてあげて、そうすればこの作業の自由度がすごい高まります。染み込んじゃった、やばいどうしようっていうのがねなくなると、こういう感じでパッと見汚れてなくても汚れてるんです。しつこいようだけど、このコストコのショップタオルね、これもう本当に使い捨てでパパッと使っていけるので、これいいですよ。これだけでも全然違うでしょっていうのをねずっと言ってるような気がする。あいつ同じことばっか言ってんなと思われちゃうね。それはもうしょうがない、だって本当なんだもん。このねやりがいはあるよ。やっぱり綺麗な車の汚いところを探したりしてやるよりはやりがいがあります。ウェットティッシュでもいいから最後軽く拭いてあげてください。意外に気づかないかもしれないんですが、こういうところもなぜか知んないけどシミがあります。なんかね指でね触れる部分とか触る部分っていうのはね基本的に汚れてる。あとこの下側とかもね、ここも拭いてあげると汚れがすごい、ここまで汚れてるようには思えないんですよ、パッと見は。結構ね真面目にやってるように見えて適当なんですよ。大型が出ちゃう。とことんやるときはとことんやるくせに自分でも嫌になっちゃう。はい、綺麗になりましたと。じゃあ次はこの辺行こうと思います。で、ドリンクホルダーね、これちょっと邪魔だから取っちゃおうかな。こういうところも汚れてるよね。この辺は綿棒とかを使ってやってあげます。こういうエアコンのフィンのところは綿棒にこのウェットティッシュをちょっと巻いてあげたりして、こうやって取ると取れるはずなんですが、汚っ、見えるこの汚れ汚っ。これだけだと打ち切らないので、こういう時にやっぱルークリーですよ。ルークリーをやるとこういう風に落ちるんだけども、すごい汚い。やっぱこういうところはねちょっと若干ボコボコしてるんですよ、この表面が。正直ねハケが一番強い。奥まで入ってくれるし。これだけで汚れが落ちるということですね。でこういったところもちょっと汚れてますので、もうルークリーさんで。そんな汚れてました？ここなんでここがそんな汚れるのっていう時あるよね。でここはドアパネルのところと同じような素材なので剥がれてしまう可能性があるので注意してくださいと。手汗とかでね一回剥がれた場所って剥がれやすいんだよね。でこの辺も綺麗になったので終わりと。水拭きね、空拭きをしっかりしてください。全然違いますよ。最高ですよ。あとすごいね細かいんだけども、内装これ助手席側なんだけど、この発煙筒のある刺さってるこの部分は結構ね足をねここに当てたりするので、こういう風にちょっと汚れがちなので、こういうところも拭いてあげると見た目はすごい良くなります。こういうところね、毎日やる必要はないんだけども、このよく汚れる場所をね知っておくっていうのはすごい重要なことだと思うな。綺麗になりましたと。あとここもいっちゃおっか。この部分はこの下絨毯とかにちょっと染み込みが嫌だなっていう人はショップタオルとかをこういう風に挟んだり、結構簡単にねこうパコッと外れるんですよ、この部分。挟んだり、あとウエストだったり、こんなんやらなくてもいいんだけど、気になる方はやってあげるといいんじゃないかねなんて思ってます。こういった感じでちょっと準備をして、あとはここにかけてあげる、もしくはここにこうかけてあげて、あんまねボディには良くないと思うので、そこら辺は注意してやると。歯ブラシ
いいんじゃない？こういうところ。ほらもうこっち側も汚れがすごい。ちょっとこの面で拭いてみます。ほらね、これだけで綺麗にはなるかな。 OK かな。そしたら今更ながらシートとかその辺をやっていきましょう。そしたらシートはこの辺ちょっとシミになっているので、ちょっとリンサーで綺麗にしていこうと思います。でこのカーペットリンサー、過去に1回使ったことあるやつ、ケルヒャーじゃないやつ、これ購入したのでこれでやっていきます。で使い方はその時説明しているので説明はなし、落ちるかどうかだけで、まあちょっとね使い方を変えるつもりなんだけども、ルークリー洗剤が結構効果的なので、ルークリー洗剤をシミのあるところにこう吹きかける。でこれである程度汚れを落とす。ちょっとがっつりめに。あんまねやると中のスプリングとかが錆びちゃうので、あんま染み込ませないように注意してくださいと。叩きね。であとはピンサですぐ。でこれは水を噴射することができます。こうやってでこれでこうまあ洗いながらも可能。こういった感じね。でこの時にあんま水をかけるとびちゃびちゃになるので、ある程度適量かけて、あとはもう吸っていく。で若干はね湿ります。これはもう仕方ない。こういった感じ。もうほぼなくなりました。まあ全体にやるってなるとちょっとしんどいんだけども、まあ、一部だったら結構使えます。で向こうのさっきのリアのところ、あの汚れもちょっと取ってみたいな。ここのシミね、これさっきから気になっていたので、ここもちょっとやっていきます。最初の方にルークリー洗剤だけでシートをやったんだけども、まあそれでもね十分っちゃ十分。クロスでしっかり叩いて汚れを落としてあげれば問題ない。で、まあ、こっちの方が強力に吸えるので、僕は、まあ、リンサーがあればリンサーの方が、なければルークリー洗剤とブラシとクロスだけで十分だとは思います。うわ、はい、終わり。どう？さっきのシミもうないね。綺麗さっぱりで、まあ何度も言うようなんだけども、使ってみてあれって思う人がいるかもしれないから言っておきます。完全に乾いた状態ではない。若干湿りはあります。これはもうしょうがないので、まあ、ある程度まあ晴れた日とかにしっかり施工してあげるということですな。で続いてあそこのシミ、あれも分かりやすいのでちょっとやってみようかな。こういった感じ。まあ、全体的にシミだね。この辺ルークリー。あとはスーッと。OK、 綺麗になりました。そしたら一旦リンサーは終えたので、ちょっと汚れがどれぐらい溜まっていたのか見てみましょう。この時が一番楽しいんですよね。いきます。マジで汚い。
匂いはねまあそんな分かんないけど、分かるこれちょっと手袋もうやばいことになってる。ほらこれ、いやー触りたくねえ。そんなまあ全体的にまあシミを落としてったんだけども、めちゃめちゃ汚れてるっていう感じではなかったんじゃないかな。まあ、ここまで汚れてるとは、まあ、正直思わない。シミがない車でも、まあ、これぐらいね、汚れ落ちたりします。その理由はやっぱ汗とかがシートに染み込んでるから。ちょっとリンサーとかじゃないと奥の方まではねその汗とか吸い取れないので、まあ、ちょっと大変なんだけども、まあ、リンサーね興味ある方は買ってみてください。ちょっと最後ね暗くなってきちゃったんだけども、フロアマットのお掃除、もしねケルヒャーとか持ってる場合はケルヒャーとかを使った方が楽。ない場合はまあこう濡らして、こうルークリー洗剤しつこいけどね、僕別にルークリー洗剤からお金もらってるわけではありませんけどね、本当に落ちるんですよ。まあ、こういう風にかけてあげて、まあ、汚れを落としていく。ほんとね優秀で、これなんだっけな、これルークリー洗剤の一番最初の動画で出てきたスプレーなんだけども、これもね優秀、すごい拭きやすい。まあこういう風に泡立ててからブラシでゴシゴシするのもありで、まあ道具ケルヒャーを持ってる方はここでちょっとつけ置きして、でブラシでやった後にまあケルヒャーかな。あんまねブラシは使いたくないんですよ。理由はまあ1本しかないっていうのと、まあ、その1本をこの足の汚いところに使いたくないっていうのが正直あるので、ちょっと今回はケルヒャーだけでいっちゃおうかな。いきます。この辺とかこの違いわかる？この辺はまだやってないんですよ。ほらこの汚れの違いだね。これはまあ泥汚れが結構大変だと思うので、まあシミとかじゃなければこのルークリー洗剤は別に使わなくても大丈夫。めっちゃ使ってっけどね。でもし、リンサーがある場合はここからリンサーで水を吸ってあげる。ない人はまあ乾かすしかないよね。リンサーがあるとすごい楽です。これね乾くのにほんと1日2日かかったりするので、まあこういった感じでちゃちゃっと水気だけ取ってあげる。ほんとこれだけでもびっちょびちょ感はなくなるので、まあ日数で言ったらね半日ぐらいはね多分乾く速度変わってくると思います。でこれで干しておくと。でまあ落ちないようなこういうシミはまあもう一回ルークリー洗剤でやるか。でまあこのマットはねどうしてもケバケバがまあ踏むことによってゴワゴワになったりとか、あと汚れがもうほんと染みついて取れないっていうのがあるので、まあ今安いのも出てるし、まあ消耗品だと思うかどうかっていうところも大事だと思います。まあ泥のなんかマットちょっとゴムのやつを引いておくか、でそんな感じですね。あとはね、こういったところを繰り返しまた同じような手順でやっていくという形になります。まああらかた綺麗になったかな。いいでしょう。うわ汚ね。うわ汚ね。綺麗になった。まあ大変だけど自己満だよね。すごい気持ちよくなるしすがすがしい。いいねいいね。あ、そうだ忘れてた。で最後に綺麗になったら、ある程度コーティングではないんだけども、僕はこのブードゥーライドのオールサーフェスディティーラー緑の缶のやつ、これをよく使います。でこれはまあその艶出し効果と、あと帯電防止効果、静電気が消えると、あとは汚れを落とす効果、洗浄効果もある。ですごい使いやすいのと、
あと見た目がかっこいいので使っています。でこういうところだったり、あとこのパネル周りも使うかな。でこの電子部品、このカーナビとか、あとピアノブラック調のところで、こういうねホコリ、静電気でねすごいつきやすいんですよ。なのでこういうところにこういった感じでクロスにちょっとつけてこう拭いてあげる。そうすると洗浄効果とその帯電防止効果で、このホコリもつきにくくなるし、この汚れも落としてくれる。なのですごいね、僕よく使います。これはこう拭いて、で最後空拭きかなんかをする。でこのね他のやつっていうか、水とかでやるとまたね静電気がくっついてね、ここがねホコリまみれになるんですよ。でこれはそういったことがないと。ナビがもうちょっとしらっちゃけちゃってるんだけども、だいぶ綺麗になりました。こういうので、こういうところも拭いたりとかよくします。難点はね、急に大きい声出しちゃいました。難点はちょっとね匂いがあります。ちょっと甘い匂いっていうのかな、これがねちょっと苦手な人がいるかもしれないので、そこはちょっと注意が必要。これ何の匂い？こう匂いね、いつもね例えようと思うんだけど全然わからん。なので一通りきれいにしたらこういうのでツヤ出しをしてあげると。このツヤもねそんなツヤツヤなツヤじゃないので、すごくおすすめです。1本あるとねすごい楽ちん。とりあえずこんな感じでお掃除終わり。他にもいろいろ見たいと思うんですが、ちょっと時間もないので以上になります。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はマーチの内装掃除ということで、ちょっと細かいところをお掃除してみたり、汚いところの汚れを落としてみたり、まだまだね天井のちょっとお掃除とかできるところはいっぱいあるんだけども、気になるところの内装のお掃除は一通りやってみました。で今回使ったようなああいうハケとかブラシ、ああいうのがあると比較的に楽に隙間とかもお掃除できるので、一通りね持っといた方がいいかななんて思ってます。すごい汚れた車じゃない限りはそんな必要もないのかなとも思うんだけども、ちょっと最近車の汚れ目立つなっていう方はああいうのを用意してあげると掃除がすごい楽になります。あとケルヒャーだったりリンサ、ああいうのもねやっぱちょっと高いんだけど持っとくと楽。ああいうのがない環境でするならっていうのもちょっとね撮りたいとは思ってるんだけども、今回はいろいろちょっと道具も使ってやってみました。で洗車用品でいうと、汚れを落とすんだったらルークリー洗剤、僕はもうほぼこれしか使いません。これで困ることはほぼない。大体はもう落ちる。でその後のコーティングとかはブールライドのオールサーフェスディティーラー、僕は楽だからあれを使ってるんだけども、匂いが気になるっていう方は他のを使えばいいし、なんか気に入ってるやつを使うのが理想かなと思っております。とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。